はい、柳永さん、お疲れ様です。いやー、はい、どうですか、札幌の気候は。寒い。寒い。いや、まあ、今日明日が一番、もう来てあと30度オーバーっていうのが今日明日。なんだけど、やっぱり朝長距離の時15度ぐらいしかないから、やっぱり寒いよ。風もずっと冷たいしな。うん、うん、30度越してても、木陰はもう例によって木陰に入ると涼しいし、今ちょっとね、部屋クーラーつけて、窓全開にしてクーラーつけてるという何やってるかわかんないような形取ってんだけど。まあ、これ今ちょっと、あの、昼間だから、ちょっと熱がこもる感じですけど、絶対もう夜は寒くなりそうです。えっとね、クーラーをつけて、窓を開けて、空気の入れ替えはタバコを吸ってるからね。うん、もうしなるほど。ょうがない。これやってるんで、いつも。結構先週は黙々感が出てしましたからね、なんか柳永さんがちょっと煙の中にいて、あれって言あ、ってくださそって、う。うん、じゃあそっちの方がいいじゃん。いやいや、ちょっとちゃんと映っといてもらわないと。今週どうです、ちょっと追い切りが増えましたか？いや、まあまあ、50と40、50と弱ぐらいか、50とまでいかねえぐらい増えたけど、数は増えたんだけど、倍増になったんだけど、あれやっぱり函館だな。なんていうの、今週重賞がエルムがあって、まあ、2、3と3、4とちょこちょこってやって、あと来週が札幌記念か。一はい。頭しかいないもん、今のところ。あ、え、さ札幌そんなにいないんですか？全部函館に行ってるから、だから来週はもう一頭だから、一頭だったらやんない。これね。もういいよ。うん。見てねえんだからわかんねえもん。やっぱあうん。れですかね、ウッドチップを求めてみんな函そうそう。館行くんですだから、ね。先週まで、奥ちゃんとこの法なんとか、札はい。幌記念やるためにずーっと早くビシビシやってたんだけど、今週いねえなと思ったら、函館まで行ってチップでやってっから、うん。まあ、みんなチップでやりたいんだよ。まあ、それも分からずもないから、札幌はね、まあ、しょうがないな。うん。あんまりいい感触ないよ。今週、エルムステークス、土曜日に行われますけれど、うん。どうですか、もうメンバーの方は、確認のチェックの方はしてありますか？まあ、ざっくりだわ。だっていねえんだもん、こっちに。こっちにいて、どうなの、注目される馬ってなんかいるのかな。バルツァーシャルっていうのは、高木厩あ、舎来て、見本的どうこれ結構、動くから、見本ではよく見せるかもわからんけど、こっちに来て、まあ悪くないけど、ちょっと体立派に見えるんでね、100点はないな。100点はない。ちょっと、100点はない。ちょっと立派に見えるな。うん、あとはやってんのは、帝王ドリフォンはこれ結構見てるんでね、なんとも言えないけど、そこまで上昇っていうのはないからね。まあ体調は上がってるなって、気配が良くなってるから、まあ、それでも、もうピークは過ぎてるなっていうイメージの方が強かった。ああ、あと問題はナチュラライズ。これ、長距 V なんか見るとすごいなっていい感じで受ける。確かにね、直線は良かった。で、道中ね、先週なんかポリでやってどうだったの道中は。道中道中見はてねえか。見てます。折り合えてますし、その、折り合えた。折り合えてます。へ昔みたいなえ。結果といって、まあ、単純に合わせるのがまずできるようになってるってことと、いや、うんうん。そこなんだよな。昨日合わせた時に、俺はもう道中ずっと長めから見てたけど、いや、もうずーっと引っかかってたわ。抑えああ、るのだけで精一杯だ。で、内側を追走してる形だったけど、直線外に来て、うで、ん、外に来ないとぶっ飛んでいっちゃうから、内に馬を置かねえと。ああ、なるほど。うん、なんだ、そしたらちょっとやっぱ内に行き加減だったけど、内に馬がいたからうまくなだめて、そしたら直線はものすごい弾けたから、おそらく肉体的にはかなり良くなってる。かなり良くなってるけど、性格的には逆に危なくなってきてるから、これ、花に行ければ我慢できるけど、これは道中怖くてしょうがない。ういや、ん、もう相当怖い。こんなかかりっぺりついてると、馬群に入ってどうなのかなっていう。
いけないもんね、今な、おそらく。まあ、ここは、ウェイクがいるしな、ウェイクワードワークとか。うん。もうそれほどスタートしてから速さがあんまなくなっちゃってるから、体つきなんか良くなってるよ。肉体的にはもう完全に復活してるよ。うん。気持ちだけですね。うん、だから今逆に相当怖い。うん。暴走じゃなく、もう揉まれてジョッキー途中で投げちゃうんじゃねえかなって。こんなパワフルな馬を抑えてるのに必死だったから。ここれ、れはね、はい。中間、上野翔ジョッキーが乗ってるんですよ。ああ、ショーが乗って。だから、うん。長距離やっぱうまいじゃないですか。ショーがな。うん。うん。だからあえてやっぱり慶三先生が上野を乗っけてやってたと思うんですけど、その見た感じだと、折り合いっていう心配はちょうどなかったんですよね。まあ、半マイルそう、からとか、うん。うん。だから、先週の V 見たら合わせてっから、ポリでな。はい。合わせ馬できんだなと思ってて。それで、うちに入っていったろ。はい。うん。だから、まあまあ、ちょっと成長したんかなと思って見てたんだけど、思ってたんだけど、で、昨日、だから、馬場入りしてからずっと見てて、前に引っ張らしていったら、もう、突っかかっていくもんな。一生懸命抑えてたよ。もう、これ、なだめるってことができんのかどうかはちょっとわからんな。まあ、競馬的まあ、に、我慢させてっていう競馬はちょっと無理そうですからね、そうしますと。はめていくっていう競馬を覚えさせたいんだろうけど、うん。一発で答えは出ない。これじゃ。いや、花に行ったら今すごく相当いいけど、まあ、59でいけないと思うからな。まあまあ、うん、かなり微妙は微妙だな。肉体的には本当に良くなってるし、ほら、関西で白隊なんかが、そんなに性格きつくなってんですかって、これもほら、毎日見てたから、デビューから。はい。いやいや、もう全然あの時から全然違くなっちゃって、我が強くなっちゃってるから、あの、今週の調教の V みんな後で見るだろうけど、あれだけ直線だけだったらもう素晴らしいからって思っちゃ直線だけだっうけど、たら、うん、弾長めの、けるから、しょうがないかなと思ってんだけど、あれ道中見てると、なかなか飛びつけないな。怖い。あとは、ペリエール。これは、まあ、はい。例によって、北海道来ると本当に馬変わるわ。これは、あこれは肉体的じゃ、こっちは肉体的じゃなくね。これは精神的なもんだと思う。これは良くなってるよ。精まあ、神的にもう余裕が出てきてるから、力を出し切れるから、北海道来るとやたらと強くなるからな。まあまあ、昨年は確かに強かったですもんね。うん、北海道に来ると強いんだよ。新満的の、あの辺の2歳の時からずっと。来れば強い、北海道は。うん、まあそんなところだ。あと函館ですかね、国とし函ては。館だろ壁とか、ああいうと壁。ころなんじゃないの。まあ、わからんわ。ちょっとこれから、ちょっとその辺は、多分予まあ想していまあ、きたいです。まあ、まあ、そんなに大した重症じゃねえからいいよ。いや、そうですね。でも具合の方は、土曜日札幌組は大体分かったので、ナチュラルライズで多分おそらく今回、美穂で見た人間たちなんかだと、ちょっと買ってみようかなっていう人間は多かったかもしれないですけど、じゃあ、みんなが買えば来ないよ。日本の連中が買えば。そうですね。そうですね。ペリエールなんかもそうですね。去年の覇者ということで、でも、だけど、どうなんだろう。今、パフェに走られたらかなわねえだろ。あと、なんかあれ良くなったもんな。ウェイクは、調教はい。だけ見てると、なんかすごくいいな。リズム取れてるような気がしたな。調教 V だけ見ちゃうと。これはもう、だってこれも、どっちかって言ったら体じゃなく精神的な要素が競馬では、レースでは反映するタイプだから、それが滞在っていう効果はすごくでかいんだな。うん。うん、と思う。前回のマリンステークスからやっぱり、ちょっとまたさらに良くなってるっていう感じですとかね。思う。見てないから、まああれだけど、生で見てないけど、多分、安定以上はあるよ。前回、マイナスってことはまずないと思うし、北海道ってさ、はい。もう何年も来てるけど、そのマリンステークスがエルム、あとはもうオープン特別っていうのがオープンでは入るけど、これ逃げてる馬っていうのはパンポンって行くんだよな。
ああ、やたらめったら変なレースにならない限りは、多少ハイペースでも逃げてる馬はパンパンと連勝しちゃうんだよな。結構多いんだよ、そのケースが。で、今回、おそらく、早めに動くって言ってるぐらいな、早めに動かれても、ウェイクも結構早め、いい流れのペースで走れる馬だから、溜める馬じゃないから、そこまで絡んできそうな感じ受けないんだよな。絡めそうな馬がまたいないんだよな。うん。うん。ということで、展開はすごく向くんじゃない？カフェが上だと思ってるけれど、底力は、でも、北海道はそういうことが関係ないから。うん。うん。まあ、いいよ。エルムはこんなとこで。ああ、うん。わかりました。まあ、まず印とかはまたこれからなので、その辺はいや、もう、新聞まあ、印と、新聞なんかみんな買わなくていいよ。こんなエルムの予想で。あの、しょうもない。まあ、しょうもない。コンビニプリントも今、いいよ、宣やってます。伝すなよ、そんなに。ぜひとも、ご購入の方よろしくお願いします。ここでお知らせです。柳さんの最終結論は馬サブローで要チェック。コラムはもちろん全レースの厳選された予想印がチェックできます。本命対抗だけでなく馬券のヒントになる黒三角以下の印にもぜひご注目ください。馬サブロー紙面は関東の主要コンビニや東京、中山、福島競馬場で販売中ですが、販売エリア外の皆さんご安心を。馬サブローコンビニプリントなら北海道から沖縄まで日本全国お近くのコンビニですぐにご購入ができます。詳しくは下の概要欄のリンクから。そうですね、他に札幌とかですけど、まあ、今週、どうですか、なんか気になる馬ですとか、今週は一頭だけ買うよ。はい、どれでしょうか。土曜の最終の戦後の2勝クラスか。レッド、スティンガレッドスティンガー。これは先々週の調教を見てて、もう使うだろうと思って使うんですが、先週、今週だろうと思ったら条件がなかったから、もうその3週間続けて素晴らしい。春先までどっちつかずで芝がいいのか、ダートがいいのか。えーっとね、ダートの戦にはまず、この間はまあ、ダートのあの辺のオープンでスピード負けしたっていうかね、前に行った馬の競馬で、あの、重賞専用、オープンが東京の専用使った時あったんだけどね、いつだったか、春先か、去年か。ー、慶応杯ですかね。京王杯か。慶応杯です京ね。王杯、京王杯。あの時を、まあ、例えばあの時を5とすると、倍増あるよ。10になってるよ。おー、本当に、今素晴らしい。だから、ダートがいいのか芝のがいいのかとか、距離は1002がいいのか、1004がいいのか、マイルがいいのかって、もうそれはとりあえず避けといて、この3週間の札幌に入ってからのこの馬の姿とか動き見てると、条件関係なく買うというふうにもう、先週の段階では決めたからもう。おー、最初は一周目見た時に、馬いいじゃんなんて思って、どっか線に適条件あんのかなと思ってたけど、で、先週見た感じで、もうどこでもいいやと思って、1008とか2000だったら考えちゃうけど、まあそんなとこは使わないし、戦後の洋芝っていうのは意外と合うかもしれないな。しないってことはないな。マッチする方の降参の方が高い。これちょうどあれが人気だろう。ジーネキングが、コントレール。そうですね。これも戦後の洋芝っていいとこ使ってきたなっちゅう気がしてるんでね。おー、これは結構、この2頭で、あとはその展開のあやとかなんとかでなんか一頭ぐらい絡めればいいのかなっていう、こんな感じの競馬だなと思ってて。こんなとこだな。週末は柳チャンネル。競馬予想は馬サブロあとはまあざっくり、珍しくちょこっとどうでしょう。ざっくり戦後が、前回日曜日ですか。土曜日が1008か。8です。はい。1008はね、わからん。関西部ばっか、向こうばっかりだから、まあな、マービンか、函館にいる口ではマービンがちょこっと上かな。ハービン。はい。
マービンっていう北三ブラック3区。これがまあまあ、あとはその次にムッチリスタイルっていう。これ結構いいんだよ。みっちりスタイル。うん。まあ、関東はあれだな。あとは知らん。あとは見てねえから。で、戦後の方が結構質がいいのかもわかんないなと思ってるんだよ。多牝馬限分ね、定ですよね。俺は札幌組見てなくてもね、これは、函館見てなくても、札幌のどっちかだなと思ってる。セイレイカって横山のりちゃんが乗るやつと、ヌーベルフィズ、ヌーベルじゃねえや、フォルトゥナロッサ、フォルツーナロ浜中乗る馬。はい。この2頭のうちで決着が何か割って入る馬がいるかどうかを探そうかなって決めてる。あと札幌組だと順番つけりゃあとバタフライ、ガザニア、どっちかだな。バタフライ。札幌だけでやればこの4頭。知らん。セイレイカってはどうですか？まあ、セールスポイントっていうのはどこにありそうですか？いや、非常に、これね、見てなくちゃわかんないけど、馬が前に行く。前に進む、勝手に。推進力ってやつ、はい。エンジンは別格。ビシッと追ってないから北海道、札幌に来て調整だけで、まあ、牧場では当然やってんだけど、こっちに来て楽楽楽って、まあ、ジョッキーが乗っかって、合わせ馬の形を取ってても合わせてないし、また、でも単走してっかな。今週は単走ですね。いや、今週は、昨日は前に馬を生かしといて、まあ勝手に、まあ、のりちゃんらしく別に、合わせるとかなんとかじゃなく、前の馬を2頭ぐらい前に生かしといて、ほっといて、どんな感じで勝手に軽くやってきて、で、先週もそんな感じだったね。追っかけていく形だけど、全然追いつこうとかそんな感じしないで、馬の気だけに任して調教。それでいいと思うよ。体がもうできているから、非常にシャープな体つきだし、馬の雰囲気もいいし、レベルはまあまああるね。あの、そこそこには出世するんじゃないかなって気がする。フォルトゥナロッサっていうのはこちらのこれはね、これは雰囲気がすごくいい。で、実践向きだ。あの、日曜日のメインに使うブラックチャリスっていう、これ一番人気になる。これ、函館でオープン買って、また今回、函館オープンで、また今回、オープン使うんだけど、これブラックチャリスってもう今がもう、旬っていうかパーフェクトの体制でまた出てきたんで、まあそれと合わせて、まあ格の違いってことはないな。まあ当然2歳とオープンだから差が出て当たり前で、その差も許せる差だったから、まあまあ時計的にも十分だし、先週までの中身も非常にしっかりやってきてるしな。函館最初は走る。最初は走る。最初は結構いいよ。うん。そうだね。気性が強いんでね。性格がちょっと、普段、学校場からなんかするときも、結構、キャンキャンする。まあ、二歳らしいっていうのはそういうタイプだけど。で、今後はやっぱり輸送とか、そういうところが結構気にかかるけれど、まあ、札幌にいる間は、結果が出てくるんじゃない？まあ、結果が出るっていうのは相手が強かったら仕方がないけど、この馬もまあ上質は上質だ。このくらいの馬だったらもう札幌、北海道シリーズの新馬勝てるねっていうぐらいのレベルにはある。まあ、そんな感じだよ。あと、俺の場合は、今の時期の2歳未勝利がどうしても一番楽しいから。土曜日、はい土曜日、函館に、土曜日の戦後で函館だけど、これアルテ新山っていうのは、多分勝ち負けっていうか、勝つんじゃねえかなと思ってるけどな。これは俺、まあ、競りからずっと見てて、どんなタイプかも分かってるつもりでいるし、この間、ちょっと俺、個人的には、やや使い出しが早いと思ってたんだよ。緩い馬だったから。で、使った後、ちょっとかわいそうな競馬だったんでね、競馬の流れ自体が、馬場とか全部合わせて、戦後は、すごくいいと思うし、土曜日ね、雨が降るかもわかんないけれど、
まあそんなに主になるとかっていう予報じゃないしね、振っても知れてるぐらいだから多分いい馬場だと思う。使って一息入れざるを得ないかなっていう風な感触、ふうに思ってたんだけどね。先週も今週もちゃんと稽古やってるってことはダメージがなかったってことで、それだけで十分。両馬場の戦だったら今回のメンバー、一番人気はそれで多分、チカバリエンテっていうのだと思うけど、ミクが乗るから。はいそれで、まあ、これはいいよ。すごく体調いいから。まあ、これが相手になるんじゃない？ただ、単勝買いたいね。あれで清水さん。ここはでも、大穴っぽい馬も結構ちょこっといるなと思ってたんだけどな。なんだったっけな。北村雄一が乗る馬、札幌で長期やってる馬。これがちょっと注目しようかな。ルギット・ドランジュ。体つきはまだ幼すぎるけど、変わり身という点では結構気に入ってるんでね。まあ、走れる可能性あと、そう大した他にいるわけじゃないメンバーだから。あと他に印がつくようなところは成績的に3、4といるけど、まあまあ、そんなくらいだったら、そんなに差がないなっていうふうに思ってる。まあ、ざっくりこんなとこだよ。こんなとこで勘弁してくれ。わかりました。いや、このレース、ちょっと僕も興味持ちましたので、ちょっとパドック見て参加するかもしれないです。で、来週札幌記念は、糸だったらやんないわ。でも、ちょっとなんか。そうもないし。だから2歳ステークス最終週は、ほら、もう函館が閉じてっから、札幌でみんな来てるからね。これはいいけど。もうコバ見てねえやつは一緒だもん、俺は。その辺の。八百屋の親父と八百屋に怒られちゃうけど、その辺のクテ屋の親父と同じぐらいのレベルしかねえんだから。だからそんなとこで予想やったってしょうがない。まあ、わかります。お声掛けはさせてもらいます、来週も。ちょっとそれで。いいよ。いやいや、一頭だったらやらない、なんだっけな。レディな、困窮者の今日ものりちゃん乗っかってたよ。俺が好きな馬だけど、この間、友江かどっか使って、函館か記念か友江賞だったか使って太かったやつ。で、今日か今日だったか稽古やった。ちょっとまだ太いんだけどな、馬はいいわ。だからまあ、ちょうどよくなるんじゃない？まあ、それしかないわ。あとはでも函館だもん。一番人気、二番人気、アドマイヤー、翔平っていう友道厩舎のところが、函館で調整やってくるらしいけど、知らん。見てねえし。いいよ、どうだっていう感じだから。じゃあまあ、函館にいる今谷記者にちょっとじゃあホットラインつないで、ちょっと。今谷にやらせてくれよ。俺でいいよ。今谷から、さっきも今谷からダメ出し食ったから、さん、長期をちゃんと、単票を送ってくださいって悪い今谷よ。いいんですか悪いんですかとか。チェック厳しいんで、こう本当に。1円パチンコばっかりやりやがって。パチンコ好きですもんね。昔からでしたよ、それは。本当に、あいつに毎週パチンコ代で2万3万取られてるよ。でも、儲かったんですかって言うから必ず来るから。当たりましたかって言うから。もう顔見ちゃうと、もうしょうがねえよな。そうですね。憎めないですよね。先輩は本当に。ようやってくれてっから、まあ。そうですね。すごく一生懸命やってる先輩ですね。そのとこだ。来週期待しないでくれよ。今週も別に。わかりました。今週はでも、平場でもちょっといい情報いただいたので。そっか、そんな大したことじゃないけど、まあ、そんな感じだ。札幌は。はい。はい。じゃあ、今日はここまでにします。はい、お疲れ様です。はい、どうも、切るぞ。はい、来てください。今週もご視聴いただきありがとうございました。今回はエルムステークスの出走馬ジャッジでした。いかがでしたでしょうか？私は船山瑠衣ジョッキーが騎乗するウェイワードアクトという馬に注目しています。馬ももちろんチャンスがある馬だと思うんですけれども、特に船山瑠衣ジョッキー、美穂の2年目の若手ジョッキーなんですけども、本当に真面目でまっすぐな人で、競馬に紳士だなっていうイメージがある若手です。
重賞初制覇がかかっていると思うので、ぜひここで決めてほしいなと取材している身としては応援しています。皆さんの推し馬、推しジョッキーは誰でしょうかぜひ、応援してあげてほしいなと思っています。そんな、出走馬ジャッジをしてくださった柳永さんの競馬予想とコラムが読めるのは競馬新聞馬サブローです。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬サブローコンビニプリントもお願いいたします。私も今青森の実家に帰省中なんですけれども、青森でコンビニプリント馬サブローのをやってみています。結構見やすいなと思っているので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また来週。